どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、M4 iPad Pro の約1ヶ月レビューということで、1ヶ月ちょっとぐらい使ってみて、この16万円の板、実際どうなのっていうところをお話ししたいと思います。おおむねね、結論から言いますとすごい良かったんですけども、ただ、これは万人にはさすがにね、おすすめはできないかなという感じではあります。値段も値段ですし、ただこういった人すごいおすすめだなっていう、ここ僕はいいなっていう感じたところだったりとか、逆にこういった方はおすすめしないとかですね、iPad Air の方がこれいいんじゃないかなって思う場面もあったので、お話ししたいかなと思います。で、もともと僕はMac ユーザーでもあるので、そもそもパソコンの代わりになるんですかっていうところも、いろいろやってみたので、ここもね、ぜひチェックしてもらえばなと思いますね。前回のレビューとかね、アクセサリー類とかも紹介してますので、ぜひね、チェックしてもらえばなと思います。はい。ということで、まずは外観の方ですね、レビューしていこうかなと思いますので、どうぞ。はい。ということで、セット的にはね、こんな感じです。マジックキーボード、iPad Pro と、ペンシルもね、まず本体を見ていこうかなと思います。キーボードちょっとね、邪魔なんで置いといて、画面サイズはね、11インチね、個人的にはちょうどいいかなと思います。これ、保護フィルムね、貼ってますけど、以前紹介したやつ、めちゃくちゃ薄い。非常に薄いですね。右側は音量ボタンぐらいかな。これなんだろうな。と、今回、SIM カードスロットがね、もうなくなってるんで、何もございません。で、スピーカーはね、こっちついてますね。上側、両側ついてますので、これがマイクかな、確かね。はい。こっち側、左側は何もないかな。で、底面はタイプ C だね。めちゃくちゃ薄いね。もうほぼタイプ C ぐらいの薄さしかございません。この Apple Pencil よりも薄い感じになってますね。このやっぱね、質感はね、いいですね。めちゃくちゃかっこいい。で、ここにコネクターね、このマジックキーボードとかとつなげるコネクターです。で、今回こちらが銅板になってるので、排熱効率がね、確か 20% ぐらい良くなってた気がするね。カメラが前のモデルと違って1個になってまして、これがライダーセンサーだったみたいかな。前僕間違えて言ってたんですけども、こっちがで環境光センサーかな。確かね、だったと思います。ここがね。で、これは、アンテナ。デザインはね、すごいシンプルで、カメラがね、今回この横向きになってるので、こっちにね、切り抜きが、フェイス ID がなってますね。画面がね、すごい、やっぱり綺麗と言いますか、発色がね、明るさがすごいね、これマックスにするとちょっと、動画的にピーンってなっちゃうんであれなんですけども、非常に綺麗でね、リフレッシュレートもね、このぐらいがいいのかな。綺麗に発色してくれます。マジックキーボードね、今回ですね、新しくなってますので、ここにこう装着とかしてね、もうこのまま使えるので、質感とかはね、めちゃくちゃいいですね。本当にこの、MacBook のね、感じにすごい似ている、すごいサクサクじゃないですかね、正直ね、これ。結構ね、やっぱりこの触覚フィードバックっていうのが効いてます。今回一番上にですね、このファンクションキーがついてるので、ここでなんで音量かな調節とか明るさの調節ですね。こことかでこう明るさが調節できるようになってます。はい。こういうことできたりとかもするんですけども、質感がやっぱりね、すごい MacBook っぽくて、ただ裏側に関しては今まで通りですね、こういった、これホワイトですけども、シリコン素材みたいになってるので、裏側はやっぱり汚れやすいです。今のところそんなに目立ちはしないけど、ちょっと汚れてます。やっぱここら辺ね、茶色くってるの分かりますかね。はい。で、ここに、タイプ C のポートがついてはいるので、これで、充電しながら使えます。本体とね。ただ、データ転送とかはできない。でも、このアルミと iPad のね、この一体感はめちゃくちゃいいですよね。ほんと MacBook っぽいというか、ポータブルさっていうのはね、ペンつけてもこんな感じなんで、これはいいです、やっぱり。これでだいたい1キロぐらいにはなります。このポータブルさはいいです。今回ペンシルに関しては、ぶっちゃけこのスクイーズかな、グッてやって選んだりするっていう機能が出せるっていう、ぶっちゃけこれぐらいかな。バレルロールもあと影がね、こう、よーく見てもらうとペンの影がですね、出てるんですよ、これ。すごくないですか？これは本当に、これに変えるとこれの影になるので、ほら、結構ね、すごい。だけど、普通に書く分に関してはね、そこまで変わらないのかなっていう気はする。すごい書きやすいことはね、書きやすいんですけども、ただスクイーズでこうやって、こっちにこれを押しながらですね、こうぐるーっていくような機能はあるので、この辺はね、すごいいいところかなと思います。フィードバック返してくれるので、クククっていう感じで、ちょうどなんかね、返してくれる。ここら辺もね、設定で、あといろいろですね、
クイズとか、ね、ダブルタップとかに関しては結構ね変えるみたいな切り替えみたいなのもね割とできたりしますので、ツール切り替えカラーパレットを表示させるとかは、あと感度の調節とかもできるので、ここら辺はね割と調節可能ですわ。グリブルとかも書いたやつでこのまま検索とかしてね書くみたいなことはできるかな。でもペンシルはね、そんなもんです正直ね。フットノートとか安いです正直ね。結構ねそんなもんか。で今回タカさんの方からですねケースを送ってもらいまして、レビューするの忘れていましたが、こちらですね。これちょっと一回切って、タカのマグイージーフォリオ2のねiPad Pro 対応のモデルになります。そもねケースの質感自体もねビーガンレザーみたいな感じだと思います。でこれペンシルホルダーもついてて、これちゃんと後ろもねくっつく仕様になってますね。結構薄いんだよね。200多分ね 40g とかで、厚さがね 2.3mm なんでめっちゃ薄いので、このままiPad にですね磁石で、くっつく仕様になっています。なんでもこのまま、くっついて使えるんで、これねやっぱめっちゃいいんですよね。で例えばペンをつけて、このホルダーかな、ホルダーとしてこの状態でこんな感じで持ち運ぶと、ちょうどちょっと浮き出てるので、直でiPad も当たらないので、USB-C もねこのまま使えたりもしますので、非常にシンプルなんだけどめっちゃいい。やっぱり合うねiPad に。よいしょと。でこれね実はスタンドになります。4パターンあるんですけど、俺よく使うのはどうかな。例えばこういう斜め、こういう感じでね折りたたんでですね、イメージ的にはこれ多分ビデオモードみたいな感じかな。ちょうどいいですねやっぱりね、角度的にも。だったりとか、これ縦もねどうだったかな、いろんなねこう構造にできるんですよ。こうしたりとか、この斜め、さっきのビデオモード一緒かこれとか、でもなんでこんな感じかな。これ口ひっついてて、例えば縦でこうブラウジングするみたいなことも結構これはこれでね快適なんだよね。いい感じでございます。インカメラもいいね横向きだからこういう感じかな。使うとしたら2人でバーンな、ちょっと角度的にいいですね。ひっくり返せばちょっと斜め的なのもできるし、4つできるのかな。だからこう縦でしょ。で34度もできるの。そういえばね、こうやるとちょっとこのペンシルモードっていうのかな、もうちょっとこうちょうどいい角度になります。これねすごいやっぱいいですね。いやペンもペンでいいなやっぱな。これちょっとにじみ出る感じもいいし、残念ながらちょっと残念な点で言うと、オートスリープはね多分 iPad Pro のこれもね磁石が強すぎて、うまく反応はしてませんでした。それぐらいかな。で黒なんでここら辺の汚れとかはね、少し目立つかな。割と使ってるんでっていうのもあるけど、ただすごいこれねおすすめなので、軽くてぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。めっちゃ質感いいです。そんな感じ。マジックキーボードもいいんだけどね、やっぱ重いんでねこれ。普段やっぱ家とかでスマートに持ち運べるのもいいしね。質感がめっちゃいい感じでございます。最後簡単にですね、この MacOS がね動かし方をパッとねおさらいしますと、このジャンプデスクトップっていうアプリですね。このジャンプって書いてある飛んでるやつね。飛んでるやつなんです。これで MacBook Air にログインっていう形で、事前に最初ね一応多少の登録は必要ではあるんですけども、これ今ね MacOS 動いてますなんで、ちょっと面白いことに遅延はね若干あるけど使えなくはないかなっていう感じ。ただやっぱこのトラックパッドのこの動作とかは使えないので、なんていうかな、こういうやつとかは iPad が反応しちゃうんで使えないんですが、そこなんで完全に Mac っていう感じではないんですけど、こういうこともできます。なので軽く編集するとかはね、こういうスポットライトで開くみたいな感じにはなるかな。こっちで、Mac みたいにアプリ開く時とかねちょっとやりづらいっていうのは正直ねありますね。でも動くことは動く。設定でね結構今ディスプレイ1になってるのこれ。2と Mac 側が今ディスプレイつながってるんですけど、動画編集もできなくはないね。こういう感じで、Final Cut Pro がですね、うるさいからあれだけど、なんで Wi-Fi が Mac でつながっていれば大丈夫。で、Mac 側が今、ロック、設定にしてます。使ってる時はなんで今 Mac はね、これロックになってるんですけど、これ解除すると、今なんで Mac 側ですかね。これなんでディスプレイを1に戻すと、こっち多分ちょっと映ってると思うんですけども、インターネットで、Wi-Fi につながってれば基本使える。なので、よいしょと。若干やっぱりね、あるのはある。けど、使えなくはないですね。普通になんで、これで
ウェブサイト見るとこはできますね。ただやっぱ動画の閲覧とか厳しいので、そういうのはiPad 上でこっちでやってっていう感じかな。で、あとゲーム体験とかもね、そうアサシンクリードね、すごいやっぱいいんですよね、これとかね。これぜひちょっと見てほしいな。Mac を角で操作するみたいなこともできます。なんでね、UBI ソフトっていうところをね、確か Apple が買収したと思うんで、このゲームね、やっぱりすごいいいですよ。起動もね、早いっちゃ早い気がするな。ちょっとうるさいな、さすがに。無料でね、これはできます。途中まではね。Must be happening. The Khalifa has been summoned. I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. いわゆるこれオープンワールドですから、こうやっぱりね、この Merchant has left his purse on the table. 上にこのベゼルはあるけど、綺麗だし、おいみたいなこともできるの。音がね、やっぱすごい。うるせえ、めっちゃうるさいけど、こういう感じでできますね。さすがに長時間すると熱くなるけど、体験的にはすごいね、めっちゃいいです。とか、あと原神とか、なんかダウンロードしてるけど、イメージ的には本当ね、こんな感じでめっちゃ綺麗。これが当たっちゃうからだけど、音もね、やっぱりいい感じで、ゲーム映像ね、ちょっとこの前やったんで、もういいかなっていう。これがでもやっぱ11インチでこう、ポータブル感があるっていうのは、すごいいい。とを挙げるともう、ね、綺麗すぎるでしょこれ。ちょっと戻りたいな。これでアサシンクリード戻るっていうね。はい、戻る。いいでしょ、結構ね、いい感じ。っていうのがね、さっとできちゃうので、さすがに重いな、でもね、立ち上げるということもできちゃうっていうのがね、パワフルではあるかな。同時にいけんじゃない。だからこういうことできちゃうからね、なかなか面白いですよね。この Mac にこう、はい、接続するとかもできちゃいます。ここら辺はiPad の面白いところっていうんですかねっていう感じ、はい、ということでいかがだったでしょうか。いろいろ今見てもらったと思うので、ぜひね感想ねコメントいただければと思います。キーボードとかねいろいろ見てもらったと思うんですけども、気になっていましたX で投稿したやつかな。今回僕11インチと新型のこのマジックキーボードですね。で大体重さがマジックキーボード自体が 584g、 iPad Pro 11インチと合わせると大体 1kg ぐらい、1020、30g ぐらいにはなるのかなと思います。はい、約 1kg ぐらいの重量にはなるので、13インチの例えば MacBook Air と比べると若干こうコンパクトなのかなっていうところはありますね。軽さとかは感じます。300g、250g ぐらい違うのかな。すごい使用感とかに関してはかなり MacBook に近いのかなと思います。MacBook のね昔の12インチっていうのがあったんですけども、それの再現みたいなところもあるかなと思います。で Mac 化みたいなところもね、できたりはするので、M4 チップですね。今回初めてですね iPad に最新のチップが M4 チップって、Mac にもまだ載ってないんですけども、これから出てくると思います。で M4 チップの性能に関しましては、非常にサクサクです。使ってみた感想としてはね、すごいサクサクで、前回同様ですね、このGeekbenchスコアっていうものを測っております。 CPU ね、人間でいう頭脳のところなんで、もうだいたい3500、シングルコアが3500ぐらいで、マルチコアがだいたい10500っていうところで、これどうなのかっていうところなんですけども、MacBook Air ですね M3 のモデルがだいたい同じぐらいの数値、これと実寸ですね、僕が持っているメモリが 16GB のものになってます。はい。で今回の iPad Pro に関しては 8GB かな。これは 256GB の、一番安いモデルにはなるので、はい。それでも結構十分なね性能かなと思います。で、GPU とかに関してもですね、5万ぐらいメタルスコアで出てますので、性能的にはねこの薄さで、11インチでもねすごいスペックはあるのかなと思います。はい。でこの暗筒かな、ベンチマークに関しましても、だいたい240、50万点ぐらいのスペックですので、超ハイエンドというか、モリモリ性能ではありますね。かなり、ゲームとかやってもですね、快適に動いてくれるっていうところではあります。はい。ちょっとオーバースペックな感じもしなくはないけど、性能が高いに越したことはないかなと思いましたね。はい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。いろいろ今見てもらったと思うので、ぜひね、感想ね、コメントいただければと思います。とりあえず、使ってみて良かった点ですね。と、いまいちだった点、お話ししたいと思います。良かった点なんですけども、やっ
ぱりエンタメですね、結局。ここの体験に関してはめちゃめちゃいいです。はい。特にこの有機 EL ディスプレイっていうのを今回乗りましたので、特にやっぱりこのエンタメの中で言うとゲームですね、とか映像体験になるかなと思います。原神とかですね、アサシンクリードとか、バイオハザードとか、いろいろ今遊べるようにはなってるんですけども、そこの映像体験っていうところが、画面がやっぱり明るくて、黒の表現もすごいはっきりしてるんで見やすいっていうところと、スピーカー性能がすごいんですよね。なので臨場感抜群なんで、本当にこの iPadパッて持っていわゆるコンソールゲームっていうですね、本当にゲーム機がないとできないようなゲームもできちゃうので、サクッと。この体験がね、めちゃくちゃいいです。で、あと、この漫画とか読書ですね。関してはこの11インチのサイズ感っていうのはめちゃくちゃいいですね。漫画をちょうど本とか見開きの大きさと大体一緒なんですよね。文庫本とか。漫画の見開きのサイズ感と大体同じになるので、すごい読みやすいです。かな。漫画とか読書に関してはね、正直 iPad Air とかでもそんなに変わんないとは思うんですが、エンタメ体験がすごいいいっていうところ。2つ目に関しては、その手軽さ、パソコンとか他のものに関しても、やっぱ Face ID はね、本当に iPhone と同じような感覚で使えますので、ロック解除も便利ですし、やっぱ決済したりとかね、パスワード入れたりとか、そういう時はすごい便利かなと思いますね。手を伸ばす必要もんですらないんで、あと本体がね、やっぱり軽いっていうのはね、さっきのエンタメ体験にもつながるんですけども、薄くて軽いんで手軽さっていう意味でもね、すごい使いやすいっていうかにはなってますね。はい。この M4 チップのね、すごい性能も入ってますしっていうところだったりとか、3つ目に関してはやっぱりペンシルが使えるっていう点、新しいペンもね、めちゃくちゃ変わったかっていうとちょっとどうなのかっていうところであるんですけども、やっぱ細かいね仕様がね、スクイーズとか細かいんですけど、やっぱ影が出てたりとか、地味なんだけどやっぱり使ってみると使いやすくはなってますし、マジックキーボードに関してもやっぱ触覚フィードバックですね、ほぼMac と同じようなものが入ってますので、非常に作業とかトラックパッドを使う際は使いやすくなりましたね。ちょっと高いですけどね、正直ね。でもサードパーティー製とかでもいろいろありますので、これ純正以外のものでもね、ペンシルとか、そこら辺は別の動画で試したりもしてるので、そこら辺のやっぱ iPad の良さっていうのはありますね。ノートが取れるっていうところは。使ってみて感じた、いまいちというか気になった点みたいなところなんですけども、やっぱりパソコンではないんですよね。パソコンではないんで、万能じゃないです、やっぱり。見てもらったとジャンプデスクトップっていうもので、一応 MacOS は動かせるんですけども、やっぱり当たり前だけど Mac で動かす方が快適なんですよ。MacBook でやっぱ使う方が快適です。当たり前だけど。クリエイティブ系に関してはやっぱり微妙に iPad とパソコン版で、仕様がね、そもそもタッチ操作が入ってるんで、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、やっぱり仕様が違ったりとか、なんで、特にそのクリエイティブ系に関しては、ペンで書いたりね、絵で描くっていうところに、特化してるマシンではあるので、そういったところはいいんですけど、他の、例えば Photoshop とか、ルームはまだいいですけどね、Final Cut とかに関してもやっぱ仕様が違うので、そもそも、パソコンの代わりになるのは難しいかなと思います、正直。iPad1 台ですね。これでもう本当に全部行うっていうのは、やっぱりまだ難しいのかなと思いました。頑張ればできるっていう感じですかね。できなくはないんですけど、いろいろツールを探せばあるけど、快適かどうかって言われると、やっぱり、っていう、ハテナ印はつきます、正直。なので、この後も話しますけども、じゃあよくある iPad じゃMacBook どっちがおすすめですかって言われたら、やっぱできることの方が多いので MacBook をおすすめするかなっていう感じではありますね。ただやっぱりこの iPad の11インチで、MacOS 動かすというか、全部補おうとするロマンっていうのは、すごい、僕も好きなんで、そういったのを楽しめるならありとは思うんですけども、あくまで、タブレットっていう感じ。パソコンではない。OS ね、iPadOS ですっていう感じです。ただやっぱそこは用途によってね、でもノートを取るとかならね、iPad すごいいいと思うんで、なので、現状はパソコンのじゃあ代わりとして補うのは、無理ではないけど、快適ではないっていう感じです。頑張ればできるんですけど、おすすめはしませんよっていう感じですかね。はい。ということで、最後ですね、まとめ。いまいちな点はそんな感じ。いまいちというか、選ぶポイントのところかなと思います。そのペンを使うかどうかみたいなところはね。はい。Mac か iPad にするか。それぞれいいところがあると思うんで、じゃあ iPad Pro 買うべきというか、実際じゃあ買ってよかったんですかっていう、最後ね、ところですね。
ね。で、個人的には良かったです。はい。ただ、やっぱ万人におすすめできるかっていうのは難しいと思います。価格がやっぱり16万円ぐらいするし、一番安いものでも。で、やっぱマジックキーボードとか全部揃えると24万円ぐらいするんですよね。僕は MacBook をおすすめするかなと思います。それ、14万とかぐらいで、全部揃ってるのがあるので、ただiPad Air でもいいかなっていうのが個人的な感想ではあります。ただ、その中でも iPad Pro がおすすめな人と向かない人っていうのをね、今回ちょっとまとめたんですけども、いい点でもお話しした通りですね、最高のゲームとか動画体験をしたいんだっていう人は、プロ買った方がいいです。はい、ここは本当にね、言ったようにこのスピーカーとかのね、臨場ですね。特に映像、ゲームとかの体験はめちゃくちゃいいです。特に13インチでやったらさらにいいのかもしれないけど、11インチはやっぱ手に持って本当にゲーム機みたいな感覚でできるんで、結局エンタメをね、すごい楽しめるマシンなのか、貴族のタブレットかもしれないけど、そこに関してはすごいやっぱ良かったですね。買って良かったなと思った。あとやっぱ快適にトラックパッドで作業したい。こうですね。Mac のやつ、カーソルっていうか、この動かすところね。に関しては、やっぱ前のモデルから結構進化してるなと思ったので、キーボードとかマウスで普段使うよっていう人は、別になくてもいいかなと思うんですけども、この新しいマジックキーボードに関しては iPad Pro しか、使えない仕様になっているので、快適に作業したいっていう方はいいんじゃないかなと思います。iPad Pro ね。おすすめしない方に関しては、あんまりやっぱりゲームをしないとか、動画を見るにしろ、別にそこまですごい体験、とりあえず見れたらね、ちゃんと映像を見れて、それなりの音で見れたらいいっていう人は、ぶっちゃけ iPad Air でいいかなって思います。最高までは求めてないっていう感じかな。はい。とか、結構 Web 閲覧とか、サーフィンとかは基本的にはベース、文字ベースで使うことが多いっていう方は、正直 Air でいいですよねって感じはする。あんまり iPad Pro である必要はそんなにないのかなと思います。やっぱノート取るのが多いとかね、ペンを使うっていう体験に関しては、そんなにやっぱ変わんないのかなっていう気はしますね、正直ね。画面のリフレッシュレートが違うんですけど、仕事でやっぱりね、絵を描いたりとかするんであれば、プロがいいと思いますね。リフレッシュレートが、違うので、ペンの追従性が違ったりするので、ただ普通にノート取るぐらいなら全然ね、Air とかでいいかなって思いますね。前の M1 とか M2 のね iPad Pro とかでもできるし、でこれも iPad1 台で全部やっちゃおうっていうのはあんまりおすすめしないかなっていう感じかな。特に今 Mac とかパソコンを使っててそれを置き換えるっていうのは、僕はあんまおすすめしないですね、正直ね。で iPad で作業してました、普段やってましたっていう方が別に乗り換えるのは全然いいと思うんですよね。というのはできることが、さっき言ったようにパソコンの方が、MacOS の関係もあって多いっていうのと、あとやっぱコスパに関してはね、どうしてもあんまコスパばっかり言いたくないんですけど、費用対効果に関してはどうなんだろうっていうところは正直あります。でもすごいいいマシンではあるんでね、はい、ぜひここら辺皆さんね、気になるところ、もし使った方がいたらここが良かったとかいまいちだったとか、何でもいいんで、これから使いたい方のね、参考にもなると思いますし、これから購入考えている方もね、ぜひね、質問あればコメントいただければなと思います。あと前回ね、iPad Pro のレビューとか、昔の iPad か M1 のやつは確か僕レビューしてると思うんで、アクセサリー類とかもね、いろいろ紹介してますので、ぜひチェックしてもらえばなと思います。iPhone のね、レビューとかもしてますので、紹介したピタカさんのね、ケースとかも概要欄貼っておりますので、詳細気になる方はぜひね、チェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやiPad Pro ね、いいですよ、やっぱり。いいんだけど、あくまでやっぱサブ的などうしても僕は Mac がね、今まで使ってきてるっていうのはあるんで、今やっぱりでもね、iPad、学生のね、方とかはやっぱり iPad おすすめなんじゃないかな。結局、ノート取るっていうのがさ、どうなんでしょう。僕もなくはないんだけど、そんなに絵を描くタイプでもないし、これはこれでね、買ったからやりたいとは思ってるんですけど、そういう仕事やっていきたいとかだったらありなのかな。どうなんだろう。Mac の代わりは無理でしたね。無理というか、できるんだけど、快適じゃねえわ。快適ではないんで、Mac 使いますね。ただそのエンタメとかね、サブディスプレイとして使うとかさ、この撮影の台本で撮るとか、ちょうどこの間をね、埋めてくれるエンタメとか、そういう意味ではめっちゃいいんだよね。クリエイティブの最高の相棒って感じかな。いやでもいい、買う価値はあります。でもね、いやいいんだよね、いいんだけどみたいな